ちょっとおしゃれおしゃれ、すごいすごい、ちょっとすごいよ、よくすごいいいカッティングナイスカッティング。イケメンがキャッキャキャッキャ言いながら試着している姿は可愛いですね。はい、おはようございます。トレイです。今どこにいるかと言いますとですね、外苑前ですね。何をしに行くかと言いますと、明智くんの大好きなヨークというブランドがあるんですけども、その直営店が10月にできたということで、行ってみたいと思います。こちらですね、ドーン、この2階になります。はい、そして皆さん、今回の目玉は2つあります。1つ目は東京ファッション業界屈指のイケメンが4人ほど揃っております。もう一つはですね、ヨークによるスタイリング提案ですね、でそれを見ていきたいなと思ってます。メニーカインドオブイケメンです。お、なんか中学の最初の方に習うような興奮。行きましょう。この2階です。こちらになります。こんにちは。はい、ちょっと皆さん集まってもらってよろしいでしょうか。はい、こちらがメニーカインドオブイケメンになります。はい、じゃあ自己紹介お願いします。ヨークの本宮と申します。よろしくお願いします。ヨークの山本です。お願いいたします。お願いします。はい、デザイナーの寺です。よろしくお願いします。デザイナー指最後に。鳥。どうですか、みんな違う、それぞれ違った種類のイケメンじゃないですか。そうですね。レイさん的には。私全部大丈夫。大丈夫。言い方、こっちの、こっちから東京のファッション業界って感じがしませんか。ヨークの世界観もわかります。そう、なんていうの、上質、丁寧、こなれ。三拍子で。ヒゲは生やしがち。ロン毛入りがち。で、改めてなんですけど、寺田さん、ヨークというブランドについて教えてもらってもよろしいでしょうか。18AW からスタートしたユニセックス提案しているブランドになります。で、一応毎シーズン海外の作家さんをテーマにして、その作品からのインスピレーションを得て、毎シーズンコレクションを作っていってます。前ショーもね、23FW から国際フォーラムでやっていただいたのは見に来ていただいて、ね、それ以来ね、明智くんがヨークの大ファンになってしまい、司会にも来ていただいて、今日も来ていただいて嬉しいです。はい。昨日のジャケットもそうだし、今日もジャケット。あ、そうなんですね。ほぼほぼそうなんですよ。本当ですか。嬉しい。その辺にありますね。あるね、あるね、あるね。じゃあお店のそのコンセプト、割とすごいコンセプチュアルな空間だなと思うんですけども、なんかあるんですか？うちがずっとアートを文脈に服を作ってきてるのがあって、美術館みたいな空間にして、で洋服が作品のような見え方で見せていきたいなと思って、なんか点在してる感じですよね。はい、それをこう回遊しながら洋服を見てもらいたいなと思って作った空間になります。じゃあ早速回ってみたいと思います。ぜひぜひ。どっから行きます？入り口からまずはお願いします。入っていただくと、ここでちょっとシーズンの象徴的なアイテムがあって、24FW はピエール・スラジュっていうフランスの画家をテーマにしてまして、その方が黒と光の画家って言われていて、本当真っ黒な絵を描くんですけど、そこに光が当たった時に白から黒にかけてこう見え方が変わる。で、なんかそれをどう洋服に落とし込めるかなっていうところで、ちょっとこれはベルベットをこう縦絞りっていう方法で、光が当たった時にこうグレーから色が変わっていく様を、これは洋服の生地に落とし込んで、あと光っていうのでこうリブをこう透明の糸でラインのところを作ってるので、ちょっとこう透けて、本当だ、透け感もある。見えて、こうなんか光をどう通すかとか、なんかそういうのをこう一着にしたり、ツイードの方にもこうスパーク紙って言われるちょっと光る糸を少しだけ入れてます。それもグレーに染めて少し鈍い光を持たせるようにして作ったオリジナルのツイード素材であったりとか。もともと寺さんって生地屋さんだったんだっけ？いえ、ずっとメンズのブランドで働いていて、でその時に生産管理から、企画から販売まで全部やらせていただいてたんで、かなりこう素材のことだったりとか勉強できたので、そこを自分なりにどうアップ進化させて、出せるかなっていうので始めたブランドですね。なんか展示会で話すとすごい素材の話すごい話したくなっちゃう。そう、素材マニアなんだろうなっていう。そして素材マニアのブランドはいいブランドが多いですね。じゃあちょっとイケメンズに来てもらおう。ね、これとこれ。そうですね。はい。お。さあどのイケメンにする？ねえみんな隠れようとするのやめて。隠れようとするのやめて。
スーッ柱の影に隠れるのやめてちょうど今これ着てるんだ。これは直営店別注で作ったドライバーズニットなんですけど、定番でやってるんですけど、これもなんかこう光をこのニットにまとわせたいなと思って、こうレザーを部分的に叩いてポケットもついてて、ダブルジップ。あ、本当だ本当だ。オリジナルのあ、もうスライダー着れます。こうも着れます。こうですね。はい。じゃあこれ着てほしい。これ絶対似合うよ。絶対似合うよ。お願いします。着てみてください。おお、良き良き。何でも本当に似合うからね。これもヨークがね定番で出し続けているコートのパターンなんですけど、このサイドがこのボタンで結構切れ込みあんだね。スリットの分量を調節できるっていう機能で、ここまで開けるとこうパンツのポケットにも結構こう、あ、入れやすい。そうああ、そのユーティリティもあるそうですね。そしてネクスト、ほらほらもうだってほらかっこいいもん。ほらかっこいいもん。これもやっぱりなんか角度で違うね。そうですね。光り方と動くと本当にそれによって黒の光が見えて、ベルベットの上質さはあるんですけど、そこにこうシワが残ることでもう少しカジュアルさが出て、あんまりこういやらしい感じにも見えないようなイメージですね。遠くからも分かると思うけど、近くに言うといいもの着てますかあるね。テレさん次どこ行きましょう。ちょっと今自分も着ているこのウールカシメアを使ったリバーの、シリーズなんですけど、レディースとかだとよくあるリバー縫製だと思うんですけど、それをなんかブルゾンで表現したいなと思って、これアワードジャケットスタジャンをすべてこう生地で作り込んでるんですけど、これ1枚の生地なのでファスナーはどうしてもテープが出てきてしまうんですけど、これはこう生地を裂いてそこにファスナー入れて、両端をこう手でまつってもらってるので、完全生地に同化してるファスナーっていうのはこれ日本じゃなかなかやれない技術。難しいやつだ。そうなんです。それでも綺麗に作ってあるね、これとかね。全てこう手作業で作られてるので、手間のかかった美しい後ろのこの祭り方とか美しい。次はコラボレーションで作らせてもらったものがありまして、何コラボ？プラスフェニックスさん、日本のスキーブランドのブランドとザ東京、東京ベースのザ東京の3社でコラボしたトリプルコラボで、ゴアテックスのウィンドストッパーを使ったブルゾンと、パンツの3型。これが一番シンプルに見えるけど、結構複雑な、ここ何みたいな、このポケットだったり、後ろのベンチレーションもちょっとベンチレーション兼こうデザインとしてこう開けてきてもらった時に、これ男の人が好きなやつだ。そうですね、男性が一見シンプルでもいろんなとこ開いたり閉めたりできるよみたいな。これももう全開でメッシュが出るので、女性の方とかもこう全開で開けてもらって、通気性も考えながら、でもそんなに透けるメッシュじゃないので、開けてもらっても男性でも着てもらえるような。シルエットも変わりますもんね。そうですね、だいぶ広がってワイドなシルエットに。これはナイスイケメンに来てもらえますか。笑顔が素敵なイケメンお願いします。ほら完成した。ほらねえ。どうしてこう何気なくかっこよくなるんですか。スタッフがちょっと似合いすぎます。全員ちょっと体型が悪いですけど。ヨーク体型ですね。ヨーク体型。女性の方がちょっとオーバーサイズで肩落としてきても雰囲気いいやとか。確かにレディース着てもすぐ馴染むね。2番。これ全部ポケットになってるので、ここのファスナーがついてて、入るってことですか。完全に自転車で。これ展示会で見たっけ私たち。これはかかってなくて、カプセルコレクションで最近発売したもので、結構舐め回されて見てたもんね。そうですよ。あとインスタも見てるんで。めっちゃあるな。これ聞いてないぞ。展示会なかった。次は。ちょっと洋服じゃないんですが、ちょっとここはアートブックのコーナーで、これ毎シーズン19AW からのテーマにしてきたアーティストさんの作品集、今回のテーマの世界観を見てもらったりとかで、ここがいつか全部アートブックで埋まるぐらいブランドを長く続けたらいいなと思ってる。でも
2、30年とかかると思うんですけど。なんかこういろんな付箋とか貼ってあるのがなんか良くないですか？もうリアリティや。リアリティがあります。単なるおしゃれで置いてないよっていうね。ここがおお、なんか作家さんのものだったり、雑貨を置いてるコーナーなんですけど、これも売り物。そうなんです、売り物で、うちがファーストシーズンからずっとプレスをお願いしてるエンケルっていう水間さんって方がいらっしゃるんですけど、水間さんにここはディレクションしていただいてるコーナーで、ガラスの原料ってもともと石から作られていて、それを人工物と自然のものをまた一個に戻すみたいなことで作られている作家さんで、ここだけガラスなんだ。そこだけガラスでまたこの光が当たるとすごく綺麗に、はい。ここがカシミヤ 100% のニットなんですけど、これ両面起毛をしていて、もう触っていただくともうとてつもなく、これは男性にも女性にも本当おすすめできる。これ僕もやったやりました。いたが青のもうちょっと発色のいい青ありましたよ。ありますあります。あれいった。いってるんですね。まだ見てないよ。まだこれから寝かしている。寝かしている。12月に開放しよう。あともうちょっとかみたいな。いやこれは気持ちいいね。はい、うちの中のニットだと多分最高級。このボタンがちょっと憎くないですか？ですね。ここがちょっとデザインになってる、はい、本当にそこの一番上だけ止めてちょっとこういうハの字にこう開くようなシルエットを、はい、いじってもらってきてもらってる。そうかなって思ったのあれみたいな。締めるとちょっと浅めの V ネックみたいな。ああなるほどなるほど。シルエットが。で全然違うね。ここにないのが逆に違和感になっていいね。あれなんでここにボタンないのみたいな。次はここなんかテンション高いコーナーじゃないですか。そうですね。結構ちょっと象徴的なものが多いんですけど、例えばこのトレンチコートなんですけど、これはスラージュの作品って黒なんですけど、黒の質感マットな黒があったり光沢の黒があったり、そこにハケでこう動きがあったりっていう、黒の中にいろんな質感があったのがすごく印象的で、これは全部バーバリーなんですけど、4種類の素材のバーバリー、はい、ここの生地とここの生地とこことここ全部違うバーバリーを使っているので、少し光とか見る角度によってちょっと違う。確かにちょっとここ光沢のあるベージュで、こっちはもうちょっと艶な感じで、こっちはもうトゥルンと感があるやつでみたいな、少しカジュアルでっていう、このなんか違う質感が一着に収まっていて、でさらにまたこう外れる、あもう切れます、こうも切れますになってる。もうこれも全部外してもらってちょっとベストっぽく着てもらえることもできたりとか、違う色を購入していただいたらそれと組み合わせて着ていただけるような。で同じシリーズでいきますと、このムートンジャケットコートなんですけど、一瞬これ迷ってなかった。これ迷いました。これ迷いました。これなんかあなた聞いた覚えあるわよ。これすごいんですよ。これもなんすか？先ほどと同じような感じなんですけど、こう全部取れるよ。取れます。コート丈、これでブルゾン丈で、男性は難しいかもしれないですけど、ショート丈、これは女性だったりで着てもらえるかなと思うんですけど、この3段階で着回しができて、さらにリバーシブルなので、リバーシブル6ウェイっていう形。ちょっとお値段はコートの丈なんでしてしまうんですけど、税込み26万4000円。割る6だから4万くらい。4万こっちはこっちで良いしね。チャコールで。私これとこれを着てもらいたいです。あれクレンチコートはちょっと得意分野。そうですね。確かに。似合う有名な。じゃあお願いしますか。よいしょ。お願いします。こんな着こなしもしてみちゃう。そうですね。ああ、なるほどね。ゴーくんがけど何でも様になってしまう。こう開けてもらうとまた本当シルエットも変わりますし、よりダボってなるんだ。そうですね。ちょっとポンチョっぽくも着れるようにはなってますね。ああ、なるほどね。ファッション業界の人って感じする。色分かりやすいね。色が分かりやすいかな。違う生地を使ってるっていうのが多分。確かに。ナスコン黒みたいな感じですね。そしてほらもうなんかもうわあいいもの着てる人が来た。ミートにすごく軽いので、実際に着ていただけると本当に着やすいと思います。切れちゃうぞ。はい。全然違うね。ね、後ろのこのジップ聞いてませんか？なんか何これって。そう何これってなったら実はねっていう会話の糸口じゃないですか。
でなんかこういうこともしてみちゃうんですよね。ああ、余ったもので。いいですね。良いね。裏良きね。きちんとポケットもね、両方からしてもそっかそっかできるんだ。機能するようになる。すごい、すごい、ちょっとすごいよ、よくすごい。すごいですよね。あ、でこれ絞ったバージョンはこちらですね。似合う。全部締めると割とこうクラシックなつまりになるね。ね。ね。確かにそのオケージョンですごい変わりそう。いぶし銀のようにヨークの良さがじわじわ今私染み渡っております。こちらがニットコーナー。はい。で、ケイタ丸山さんの30周年の時に、一緒に作らせていただいた限定の、ニットになります。これケイタさんのアーカイブの2000年代に使われていたジャガードの馬の柄を、うちのジャガードのニットに落とし込んだものです。はい、これも確か2000年代に、ルックでこれを男女が着ているルックがあって、それがすごく素敵な写真で、なんかそれをもう一回復刻させたいなと思って、うちがのモヘアでちょっと再現したものになります。寺田さんは起毛が好きなんですか？起毛が好きです。そうですね。なんか本当ですね。逆立ってますよね。確かに。盛んに逆立ってますよ。ぼかしたいのがありますね。抽象画が結構好きなのもあるんですけど、なんかちょっと曖昧な感じだったり、こう色が混ざっていく様がすごく好きで描いちゃいますね。描きがち。にじませがちですね。ちょっとダウンの先ほどのムートンと同じような感じではあるんですけど、ダウンでこれは一応先シーズンから、続けているものなんですけど、何ウェイか数えきれないんですけど、地方の卸先さんが数えた上では48ぐらいあって、48でもその時はこのフードがなくてですね、今回フードとスタンドカラー両方つけれるようになったので、100通りぐらいは下手したら着れるんじゃないかっていうですね。ここ着れる、ここが着れる、ここが着れる、ここが着れる、ここも着れる、ここも着れる。でフードが取れてノーカラーにもできて、でスタンドカラーにこれ別のスタンドもつけてるので、こういう感じでこうスタンドもあるのでスタンドとしてつけて、でこれ毎シーズン同じファスナー寸法で出していくので、シーズンを超えて、また新しいものを買っていただいたら、そこの部分だけ例えば色を変えてもらったりとか、質感の違うここだけ赤にするとか、ここだけグレーにするとか、どんどんオリジナルのダウンを作っていただけるようディアゴスティーニみたいな。ディアゴスティーニですね。ね、買えば買うほどの。最初袖だけ届くとかじゃない。何年後かに完成するシリーズじゃないんですけど。ディアゴスティーニシリーズですね。わかりやすくこういう感じで、長さも。なるほど。はい。これわかりやすいや。そっか、ベストにも着れますよっていう。じゃあ3人着よう、3人着よう。出動してもらって。ミニカイドイケメンが。イケメンがキャッキャキャッキャ言いながら試着している姿は可愛いですね。貴族の遊びです。こういう感じで見るっていうね。女王様。これ一着でこれだけのシルエットが楽しめるっていうのはなかなか。さらに全然別物だねこれね。黒もねリバーシブルで。リバーシブルなの？黒はちょっとねマットな質感の。そうですね。すごくない？こう違うで。そうなんです。全部同じものでこれだけ。さっきのカラーのやつもねリバーシブルですよ。黒もね一応。すごくない？するとこのジップがすごい効いてくるよ。確かに確かに。デザインとしても。でも裏地にしてもやっぱまだポケットちゃんとついてんだ。今回レザーもかなりバリエーションもう6、7アイテム作ったんですけど、もう最後のこれうちだとこのアイテムだけになって他は全部完売してしまってないんですけど、この自分も履いてる今レザーのパンツと同じシープなんですけど、すごく柔らかくて、そんなに光沢感も控えめで上質なもので、中綿入りのボンバージャケット、本当これからのシーズンに着ていただきやすいかなと思うんですけど。めっちゃ可愛い。そしていいもの着てる感が半端ない。あったかいモコモコしてて、この立ち上がりはいいですね。そうですね。いいカッティング。ナイスカッティング。ナイスパターン。これはいいよ。あとここのパフ。膨らみもいいですね。パフも可愛い。このシリーズもう売れちゃってるんですか？そうなんです。もうこれ出てるだけになってしまうんですけど。あなた
あなたこれあなた色違い持ってるでしょ。私知ってるんだから。明智くんめっちゃね週8くらいで来てるよ。8超えてくるんですね。これプリマロフトっていう機能綿を使っているので、もう本当ダウン並みにこう暖かく着ていただけるので、少しニットとか着込んでいただければこれ1枚でも冬越せるかなと思います。はい、じゃあ次はスタイリング提案ということで、レディース、メンズそれぞれやってもらえないなと思って1体ずつ。じゃあ私はこの中からちょっと好きなのを物色して、ゴーくんはヨークのこのお店の提案するスタイリングを見せたいなと思っております。ちょっとフィッティングが出てきたんですけど、ちょっと着替える前にちょっと見てもらっていいですか。このアーティーな空間、寺田さん、はい、これは何ですか。このおしゃれな空間は何ですか。できるだけこう大きい鏡で広い空間で試着をしてほしくて、結構贅沢なスペースを取って、でかいしさ、鏡打ち付けてるんじゃなくて立体ですからね。本当なんかペターってしちゃえばいいだけの話だし、角なんて別に丸くしなくていいのに角を丸く取ってちょっとうちは R を意識して、ぜひヨークはここで買った方がいい。そして私は着替えてくるからさようなら。自分で読んどいて。じゃん、こんな感じになりました。ちょっとおしゃれおしゃれ。このグラデーション私すごい好きです。この茶色のグラデーション、なんか淡い感じよ。ちょっと真っ黒にしすぎちゃうのもって思ったので、これ実はもうさっきから登場してきてるアイテムなんですけど、むしろほぼ寺田と同じほとんどコーディネート。確かに。そうで、このダブルフェイスの、ブルゾンに、さっきタクも着てたこのカシミヤのニットを上までボタンとめ、ちょっと素肌で浅い V ネックのちょっとニットトップス風に着てる感じで、あとヨークのニットここにこれついてんのか。親指のねホールがあるものが多いので、ちょっとこの辺のレイヤード感も出しやすいポイントにしてるっていう感じかな。でパンツ、これも寺田が履いてたものなんですけど、レザー？このレザーのパンツなんですが、この直営店で限定のアイテムになってます。ヨークの人みんなさ、レザーのパンツ履きがちじゃない？なんかさっきなんかあれっていうわらわらとレザーのパンツが押してます。そして私もレザーのパンツ。すみません、もう一個お願いします。靴も作ってまして。そうなの？これオリジナルのこれもオリジナルの革靴作ってたの知らなかった。これレザーでビブラムソールで少しこうラバーのテープをこう前面に貼ってるので、いろんな黒を表現した。そしてね、これもレザー見するじゃん。レザーパンツっぽく見えるじゃん。違うの。違うんです。これ何？はい、これポリエステル5000なんですけど、それに、特殊なワックスヴィンテージという小松マテーレさんの加工をしてもらって、さらに撥水加工しているので、レザー調に見えるんですけど、雨の日でも履いてもらえる。雨降った時大変だもんね。今レイちゃんが履いてもらってるパンツのサイズが1ですね。一番小さいサイズになってます。イージーパンツ風なんですけど、ここにタックが1個入っていたり、ちゃんとこのパンツのこのフロント部分のディテールもしっかりあるので、リラックスしすぎない印象になるかな。確かに。合わせて着てもらってるニットも、これ僕がさっきまでずっと着ていたこちらもこの直営店限定のドライバーズニットになってます。いかにか。これウールか、そうウールなんですけど、チクチク本当にしなくて、こんな柔らかくて軽いですかって感じだもんね。これを1個羽織って。ですよね。ここかわいい。好き。ものすごい太い番手の糸を全部ハンドニットで。ハンドニットなんだ。ハンドニットです。はい。へえ。で結構見た目ボリューミーだけど割と軽い。思った以上に。なんだろう、この東京のおしゃれを一堂にギュッと詰め込んだみたいな。けどヨーククルーなりましたね。これでチームヨークになりました。どうでしたね。なんかもともと知ってるつもりだったけど、より知れたのと、この世界観までは知らなかったから、これを込みでヨークを見てもらうと見え方が全然変わるんじゃないかなと思いました。皆さん12月もなんかやってると聞いたんですけど、12月の中旬から下旬ぐらいからもう2号 SS のファーストデリバリーが始まるので、早いね。また早いね。秋冬もうまだまだこれからなんですけど、ぜひ新作も見に来てもらえたら嬉しいです。
はい、皆さんはどのアイテムが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あとはですね、私はこのイケメンが好きっていうミニ街道向けね、そういうのが投票なんでそういうシステムがありますので、こちらに書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。